どうも、社長のネギオです。今日はですね、SEO 対策の決定版ということで、今までいろんな動画をお届けしてきたんですけども、集大成となる動画を作りたいなと思いました。Google で上位表示させるために、初心者が理解すべき SEO の原則2021ということで、初心者の方が SEO 対策とは何か、今 SEO で何をすればいいのかというところで、分かりやすい動画を一つ作りたいなというふうに思いまして、かなり力を入れて作りました。この1本を見ていただければ、最新の SEO というものが何か理解していただけるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと長い動画なんですけども、音声だけでも理解できますので、ぜひ移動時間なんかに聞いていただけると嬉しく思います。ではですね、この動画を見るメリットというのをまとめてみました。1つ目ですね、初心者の方向けに分かりやすい動画を作りました。初心者が2021年最新版の SEO 対策っていうのを理解していただけるんじゃないかなというふうに思います。初心者向けではあるんですけれども、非常に中身の濃い情報も取り扱っております。なので、中級者の方、もうすでに SEO を取り組んでいる方も、Google をハックしたり、テクニックで何とかするという話ではなくてですね、Google の本質に立ち返って、今やっている施策がどうなのかという、その方向づけみたいなところでもお役に立てる内容になっているんじゃないかなというふうに思います。なので、これ大げさではなくて、この1本さえ見ていただければ、SEO の大筋っていうのはバッチリ抑えられるんじゃないかなというふうに思いまして作りました。この動画を作った背景ですね、なぜこれを作ったかというところもちょっとお伝えしたいなというふうに思うんですが、やはりここ2、3年、特に水曜の難易度、むちゃくちゃ上がってきているというふうに思います。僕もですね、この業界も16年近くいるんですが、毎年どんどん難しくなってきているんですけども、特にですね、この2、3年、さらに難易度が上がってきているなというふうに思うんですね。難易度が上がってきているというところと通ずるんですが、SEO の守備範囲が拡大してきているような印象を受けます。今までは SEO のマーケターだったり、SEO コンサルティング会社が対応しなくてもよかった範囲なんかが SEO でもやらなきゃいけないというところですね。なので、この覚えなきゃいけないこととか、つけなきゃいけないスキル、知識っていうのも、どんどん広がっているような印象を受けます。その結果なんですが、優先順位だったり、やるべきことが曖昧になっている会社さんだったり、担当者様も多いなというふうに思うんですね。いろんな情報が飛び交っているので、これもやらなきゃいけない、あれもやらなきゃいけないとか、将来的に何月何日に Google がアップデートをするので、それまでに何かをしておかなきゃいけないということで、タスクも非常に多岐にわたってきているんじゃないかなというふうに思います。さらにこの SEO に必要な知識レベルですね。おそらく SEO、あらゆるサイトに対して必要だとは思うんですけども、サイトによってやっぱ必要な知識レベルって違ってくると思うんですね。大規模なサイトで専門家の方じゃないと対応できないサイトから基本的なことが押さえてあれば通用するレベルのサイトっていうのもあると思うんですね。なので、このいろんな情報が飛び交っている中で自分のサイトに合った知識だったり情報っていうのをしっかり入手していただく必要があるんじゃないかなというふうに思います。こういったですね、非常に複雑になっているっていう背景で、この1本さえ見れば SEO の大筋、大枠は抑えられるっていう動画を撮りたいなというふうに思いまして、今回気合を入れて、この動画を作りました。今僕が喋ってるわけなんですが、お前は誰だというふうに思ってる方もいるかと思いますので、この動画の信頼性みたいなところですね、私が何者かっていうのを最初にお伝えできればと思います。で、私ですね、SEO の業界、ウェブマーケティングの業界に入ったのが2005年になります。なので、大体 SEO 業界歴16年というところですね。長ければいいってわけではないんですけども、非常に長いことこの業界でやらせていただいております。桜咲マーケティング株式会社というところで社長をやらせていただいております。SEO コンサルティング会社で一応社長をやっているような人間になります。あとはですね、SEO 研究所桜咲ラボという自社メディアを運営しています。こちら今2万人近く無料会員の方が弊社のツールを活用いただいているんですが、一応こちらのですね、責任者、編集長という立場もやらせていただいております。で、年間セミナー約100本近くやっております。で、この YouTube チャンネルでも動画をもう100本近く上げております。で、セミナーのも毎回アンケートを取ってるんですが、満足度というのは非常に高くいただいているような形になっております。このセミナーだったり動画で一つテーマにしていることがありまして、難しいことを分かりやすくっていうのを一つテーマにしてお届けしています。なので、SEO のことよく分からないという方も分かりやすくお伝えしますので、ぜひこの動画はついてきていただければと思います。で、手前味噌ではあるんですけども、こちらですね、弊社の Google マイビジネスの口コミ欄でですね、セミナーに参加いただいた方からいろんなお褒めの言葉をいただいております。いつもありがとうございます。これからも動画セミナーを通して分かりやすい情報をお届けしていきたいと思います。じゃあちょっと前置きが長くなったんですけども、ここから SEO 対策の決定版というところで本題に入っていきたいと思います。で、今日はですね、本当に盛りだくさんの内容になっておりまして、目次を最初にご紹介させていただきます。まずはですね、SEO 対策の目的というところです。何のためにやるのかですね。で、その SEO 対策する前に知っておくべき基礎知識というところもお伝えしたいと思います。
そもそも SEO 対策のメリットって何だっけ、デメリットって何っていうところも押さえておきたいなというふうに思います。すべての商材、すべてのサイトがやるべきかというとですね、もちろんメリットはいっぱいあるんですけれども、デメリットというのもしっかり理解しておくことが必要かなというふうに思います。で、SEO 対策をする上での注意点ですね。いろんな落とし穴というか注意点がありますので、こちらもおさらいしておきたいと思います。で、SEO 対策ということで Google のプラットフォームでやるわけなんですが、この Google 検索エンジンの仕組み自体が分かってないとなかなかうまくいかないんじゃないかなというふうに思います。で、6番目。これが多分おそらく皆さんが一番知りたい内容じゃないかなというふうに思うんですが、対策キーワードで上位表示させるための考え方、どうやったら上位表示できるのかというところをお伝えしていきたいと思います。で、6番とつながる部分があるんですが、サイトの内部施策、外部施策なんて言い方をしますが、それぞれ何をすべきか、みたいなことですね。8番、これは絶対やらないでくださいというところも触れていきたいと思います。スパム行為っていうのは Google からすると悪い行為ですね。スパム行為を回避しましょうというお話もしていきたいと思います。で、9番、トレンドへの追従ということで、ご存知、Google のプロダクトっていうのはもうどんどん進化していますので、このトレンドをしっかり抑えていければなというふうに思います。で、10番、いろんな話をしているんですけども、結局何からやるべきかというところをお話をして、初心者の方にもぜひスタートを切っていただきたいなというふうに思いますので、こうお話したいと思います。で、最後、まとめてですね。非常に長い動画なので、ぜひ目次のところから気になるところだけでも構いませんので、チェックいただけると嬉しく思います。ではですね、早速、SEO 対策の目的というところから入っていきたいと思います。SEO 対策の目的ということで、皆さん何を目的に SEO をやろうというふうに考えられておりますでしょうか。この SEO というところで、検索キーワードと順位っていうところが出てきます。順位を上げたいとか、人を集めたいっていうところが最初の目的として出てくるケースがあります。この順位を上げるために、集客を増やすために Google のアルゴリズムを分析しようと。今 Google のアルゴリズムはこうなってる。これが効くとか、これが効果が高い。逆にこれは効果がなくなったとか、そういった会話をよく聞きます。順位集客を上げるためにですね、アルゴリズム分析をして、その上でどういう SEO 施策をしようかとか、そのためにどういうコンテンツを作ろうかとか、Google のアルゴリズムが変わってきたから UI、ユーザーインターフェース、UX、ユーザーエクスペリエンスなんて言いますね。ユーザー体験なんていう言葉になると思うんですが、こういったものをどうしていこうか。こういうですね、発想になってしまうと、これダメですよとお話をしたいなというふうに思います。SEO ファーストなんて言い方をしたんですが、SEO のためにサイトを改善したり、いじったり、コンテンツを作るっていう発想自体がそもそも誤っているのかなというふうに思います。SEO ファーストでユーザーを置き去りにした施策になってしまうんじゃないかなというふうに思います。僕のセミナーでもですね、よくいろんな質問をいただくんですけども、これをやったら順位が下がったんですけど、まずかったですかとか、こうしたら順位が上がりますかとか、これはやったらダメですかとか、この SEO のアルゴリズムだったりですね、SEO 視点での質問というのは非常に多いんですが、そもそもこの目的が順位集客になってしまっていると、なかなかうまくいかないんじゃないかなというふうに思います。では、目的何に置けばいいかというところですね。サイトによってもちろん目的は違うと思うんですが、あくまでもやはりこの売上を上げるマーケティングの手段の一つでしかないと思うんですね。なので、売上を上げたり、問い合わせの数を増やしたり、会員登録の数を増やしたり、いろいろあると思うんですが、あくまでもこのコンバージョン、サイトの目的を達成させるために SEO をするんだと。こういうことをですね、しっかり前提の目的として置いていただきたいなというふうに思います。その上で何かを売りたいとか、お問い合わせを増やしたいとか、コンバージョンしてほしいということはですね、そこにユーザーが必ずいるわけですね。なので、このユーザーをしっかり理解するってことから離れてしまうと、どんどん SEO のための施策になってきてしまうと思います。なので、ユーザーをまず理解するってことを前提に置いてください。で、ユーザーを理解した上で、このユーザーをどうやって満足させられるのか、先ほど出てきた SEO、こういう施策をしようとか、こういうコンテンツを作ろうとか、あとはこの UI、UX をどう整えていこうか。これが本来あるべきのこの SEO という考え方になると思うんですね。なので、あくまでもこの SEO 対策の目的っていうのを短絡的に順位を上げるとか、集客を増やすってことにせずにですね、しっかり自分たちのサイトの目的、そのためにどんなユーザーに来てほしいのか、で、そのユーザーをどう満足させるのか、これをしっかり考えていただきたいなというふうに思います。あくまでこの SEO 対策自体は目的にしないということですね。あくまでも手段であるということを前提にまずお話ができればと思います。では2番目ですね。SEO 対策の前に知っておくべき基礎知識ということで、ご存知の方もいるかもしれないんですが、改めていろいろ整理をしていきたいなというふうに思います。まずですね、このサーチエンジンオプティマイゼーション、これが SEO 対策の略になりますが、サーチエンジン、この検索エンジンっていうのは、日本においてはほぼ Google だというふうに思ってください。日本のみならず世界的にもですね。
で、これですね、ちょっとデータの方を持ってきたんですが、今 Google 使っている人が2019年8月時点でですね、75%ほどいるというふうに言われております。その他20%が Yahoo を使っているんですが、実はですね、Yahoo の裏側の検索の仕組みですね、こちらも Google を使っているんですね。なので、75たす20なので、もう95%が Google になっているということなんですね。なので、日本の SEO 対策っていうのはですね、Google 対策というふうに言っていいと思うんですね。なので、いかにこの Google を理解して対策をしていくことが重要になるというところを押さえておいていただければと思います。ではですね、この SEO 対策っていうのはこの Google が95%ということで、Google のプラットフォームをベースに行っていくものなんですが、この Google という企業をちゃんと理解していかないと正しい SEO 対策ってできないんじゃないかなというふうに思います。で、Google のミッション、こういうふうに掲げているんですね。Google の使命は世界中の情報を整理して世界中の人がアクセスできて使えるようにすることですよということなんですね。これいわゆる企業理念みたいなものですよね。なので、この Google のミッションをしっかり押さえていただければなというふうに思います。で、この戦うプラットフォームの原点を理解するということですよね。SEO ってお金がかからない。なんでってところをしっかり理解していただきたいと思うんですね。なんで Google がこの検索エンジンの精度をどんどん上げているかというところですよね。ユーザーからも企業からもお金を取っているわけではない。もちろん広告の部分で収益を得ていると思うんですが、この自然検索結果の部分ではお金を取っていない。この理由としてはですね、Google の使命がここにあるからだと思うんですね。なので、この Google のプラットフォームの原点というのをしっかり理解していただきたいなというふうに思います。で、このミッションだけだとですね、ちょっと広大すぎて理解が難しいかなというふうに思うんですが、検索に対する Google の方針、こういったですね、ドキュメントがウェブ上に上がってるんですね。これは URL 概要欄に貼っていきたいと思うんですが、検索に対する Google の方針という文章が Google の公式ホームページの方に掲載されております。で、これですね、非常に大事な話が書いてあります。僕の SEO の動画だったりセミナーもぜひ見ていただきたいんですが、まずはですね、このドキュメントをしっかり見ていただきたいなと思うんですね。で、今日はですね、この内容をちょっとかいつまんでご紹介したいと思います。いくつかポイントが書いてあるんですが、特に大事な4つを持ってきました。Google はですね、こういうふうに言ってます。関連性と信頼性が最も高い情報を提供したい、提供するんだよということを方針に掲げてるんですね。いろんな検索キーワードでユーザーが検索するわけですね。何億回、何兆回と検索されてですね、さらにその中の15%以上は新しいキーワード、新しい言葉だったりするわけですね。それに対していかに関連性が高い情報を提供するか、あとはユーザーにとって信頼性が高い情報を提供するか、ここにですね、Google はかけてるわけですよね。なので、どんどん検索エンジンの進化に伴って、より関連性が高い情報、信頼性が高い情報を提供していきたい。これが Google が考えていることです。なので皆さん、ユーザー、サイトオーナー側もですね、ここを押さえていかないと、正しい SEO 対策っていうのはできないんじゃないかなというふうに思います。次にですね、情報を最も分かりやすい形式で提供するよということなんですね。これは Google テキスト情報だけを扱っているわけではないです。動画、音声、画像、Google の検索エンジンだけではなくて、Google のマップだったりとか、ニュースだったりとか、いろんなプロダクトを持っています。なので、このあたりもですね、最も分かりやすい形式で情報を届けると。こういうことが Google の方針になっているということを理解していただければなというふうに思います。なので動画とか画像とかマップとかいろいろ新しいプロダクトが出てきてるんですけども、ユーザーがですね、便利だと思ったことはどんどん Google も取り入れていきますので、ここに我々サイトオーナー側もついていかないと最新のトレンドに追従できないということになってしまうんじゃないかなというふうに思います。あと3つ目、これもよく質問が出るんですが、Google の広告をやらないとなかなか SEO で結果が出ないんじゃないかとか、アドワーズ広告を使うと SEO で順位が上がるんじゃないかということを質問をもらうことが多いんですが、これはもうブブーですね。Google が販売するのは広告のみですよということなんですね。なので、この自然検索結果のプラットフォームっていうのは無償で提供しているものであって、お金では誰もコントロールできないというふうに Google は明言しています。4つ目ですね、この SEO 対策の世界でですね、コンテンツって言葉は非常に出てくるんですが、Google はですね、コンテンツを生み出す人々の成功を後押しするというふうに言ってるんですね。なので、このコンテンツが上がったとか下がったとか、このコンテンツがやられたとか、そういう話もよく聞くんですが、根本としてはですね、Google は良いコンテンツを作る人っていうのを応援しているわけですね。で、なんで応援しているかっていうとですね、Google は関連性と信頼性の高い情報を分かりやすく提供したいと思ってるわけですね。なので、サイトオーナー、コンテンツを作ってる人はですね、いいコンテンツを作ってくれれば、Google はそれを見つけると。そうすると、それを使っているユーザーはハッピーになりますよね。なのでですね、この実は良いコンテンツを作ってもらうことを支援している、応援している立場だということを理解していただくことが必要なんじゃないかなというふうに思います。
今ちょっとかいつまんでお伝えしたんですが、ぜひ検索に対する Google の方針、一度しっかり読んでみてください。では次にですね、知っておくべき基礎知識ということで3つ目、ガイドラインとペナルティということですね。これ無料ということで誰でも自由に Google の検索結果出てきてはいると思うんですが、しっかりガイドラインっていうのがあるんですね。ルールがあるということは、これに違反した場合にペナルティが存在する。ここもですね、しっかり押さえておいてください。で、こちら品質に関するガイドラインということで、かなり細かいルールがございます。で、こう書いてあります。次のガイドラインでは、ページまたはサイトが検索結果から除外される可能性がある不適切な手法について説明しますということで、検索結果から除外、消されるってことですよね。非常に恐ろしい内容が書いてあります。で、これですね、今日は後半でスパム対策ということで解説していきたいんですが、いろんな細かいルールがあります。なのでですね、これ知らなかったでは済まされないんですね。まずですね、この SEO 対策する上では何をしちゃいけないのかというところも、ぜひ押さえていただければなというふうに思います。こういったガイドラインにやってはいけない明確なルールがあるわけですが、このルールに違反するとどうなるかということですね。手動による対策ということでちょっと怖い言葉なんですが、対策をかけられてしまうということなんですね。手動による対策の一覧ということで、Google はこういうサイトに対してこんな対策をしますよということが書かれております。Google 実は自動の対策と手動の対策っていうのがありまして、いわゆる自動というのはアルゴリズムとか技術力を使って自動的に排除する対策ですね。で、手動の方はですね、手動と書いてあるので、マニュアルアクションなんていうふうに英語で言うんですが、実際 Google 側がこのサイトに対して自動的にイエローカード、レッドカードを出す。で、その制裁として何か罰を与えるということがあります。なので、このガイドライン、違反者には容赦なき制裁が施されるということでですね、お金を払っていればですね、もちろん広告の世界でもこのガイドライン違反とか制裁はあるんですが、この無料のプラットフォームですので、ガイドライン、これをしっかり押さえてないと容赦なく制裁がされる。最悪サイトを消される可能性なんかもあります。なのでですね、前半のお話をした目的を達成するためにいろんな施策をやっていきたいというふうに思うんですが、まず何をやっちゃいけないかというところも押さえておく必要があるかなというふうに思います。はい。で、3つ目ですね。SEO 対策のメリット&デメリットということでですね、とりあえず SEO でしょうということで始めてしまう方もいるんですが、改めてどういったメリットがあるのか、あとデメリットって何なのかなというところもですね、しっかり押さえていただければと思います。ではまずメリットのところからお伝えしたいなと思うんですが、まず1つ目はですね、圧倒的な集客力というところですね。我々もいろんなサイトを見てきているんですが、多くのサイトでサイトへの集客経路を調べてみるとですね、6割から7割方、多い会社だとですね、もう8割から9割方がこの検索エンジン経由の集客という風になっているんじゃないかなというふうに思います。で、これがもちろんですね、お金がかかるものではありませんので、サイトにとってですね、この SEO、検索エンジン経由の集客っていうのも圧倒的だというところですね。もちろん Twitter、Facebook などの SNS っていうのもですね、有効なマーケティングの施策になることは間違いないと思うんですが、やはりこの集客力、サイトに人を集めるというところでは、最も強い武器になるんじゃないかなというふうに思います。で、リスティング広告だったりお金をかけて集客するってこともできるんですが、コストの観点からもですね、集客力っていうのが非常に強い。これがもう最大のメリットじゃないかなというふうに思います。次、ストック型。こんな言い方聞いたことありますでしょうか。積み上がっていくということですよね。サイトの中にコンテンツだったり、ページを作っていくこと、集客をできるコンテンツがどんどん積み上がっていくわけですね。時間の経過とともに強化していける。やった施策がどんどん積み上がっていくということが非常に大きなメリットなんじゃないかなというふうに思います。広告だったり何か情報発信の場合は、その情報を発信してしまえばですね、時間の経過とともに風化してしまうと思うんですが、SEO というのはコンテンツを作り続ければ、どんどん集客が積み上がっていく。こういったものが言えるんじゃないかなというふうに思います。弊社のような中小企業もそうなんですが、やっぱり小さい企業はですね、どうしても予算に限りがあります。なので、今年お金をかけたことがですね、ちゃんと来年、再来年に積み上がっていくということは非常に大きいと思うんですね。なので、このストック型であるっていうのは非常に大きなメリットかなというふうに思います。次、顕在層ということですね。潜在層、顕在層なんて言い方をしますが、これ、検索エンジンに何かキーワードを入力するってことは、それを欲してるってわけですよね。なのでですね、何かを欲してるってことが顕在化しているユーザーにアプローチすることができるということで、もちろん関係ない人を連れてくるよりも、自社のサービスとか自社の商品を欲してる人にアプローチすることが、マーケティングにおいては大事だと思いますので、顕在層にちゃんとアプローチすることができるということは大きなメリットになるんじゃないかなというふうに思います。あとですね、この Google 自体が先ほどのミッションで見た通り、ユーザーに情報を届けたい。いろんな情報を整理してユーザーの役に立つということをミッションにしてます。なので Google の方針自体がですね、ユーザーファーストなわけですよね。
なので、正しい SEO 対策をしていくってことは、いわゆる Google の思想に追従をしていくってことなんですね。で、そうなると結果的にサイトがユーザーファーストになっていくっていうことも SEO 対策をする一つのメリットになるんじゃないかなというふうに思います。例えば、この後お話をするページスピードを上げようとか、ユーザー体験を向上させようなんてことも Google が掲げています。で、これですね、もちろんそれをやることによって順位が上がったり、アクセスが増やせるってことはあるんですが、そもそもですね、皆さんのサイトのページスピードを上げるってことは、皆さんのサイトに来るユーザーの満足度を上げるってことにも他ならないと思うんですね。なのでですね、この Google に追従するってことは、ユーザー視点でですね、メリットが大きいことになるかなというふうに思います。なので、この Web マーケティングにおいてはですね、本当に不可欠な施策になると思います。程度の差こそあれですね、これ一切考えなくていいっていうサイトはないんじゃないかなというふうに思います。だからこそですね、いろんな情報が飛び交ったりするのかなというふうに思うんですが、Web マーケティングにおいては不可欠な施策であるということがメリットから読み取れるかなというふうに思います。ではですね、このメリットばかり言っているとですね、いいこと尽くしなんですが、デメリットというか大変な部分もあるかなというふうに思います。まず一つ目ですね、時間がむちゃくちゃかかります。コンテンツ作るところももちろんそうなんですが、サイトが Google に評価されるまでっていうのは非常に時間がかかります。なので、サイトを作って、コンテンツを作って3ヶ月、半年、企業だとですね、1年単位で成果を見たりするケースが多いと思うんですが、1年間じゃ全く結果が出ないなんてこともザラですね。なので、本当に前半ストック型っていうメリットは伝えたんですが、その分ですね、即効性がない、すぐになかなか結果が出ないってことがデメリットというか、戦略を考える上では念頭に置く必要があるかなというふうに思います。で、あと、ガイドラインのルールがあるというお話をしました。これ、ペナルティというのがあります。このペナルティに引っかかってしまうと、すごい大きな集客力がある。反面ですね、ペナルティを受けてしまうと、一気にこの集客を失う可能性もあるということで、リスクがあるよということですよね。なので、このペナルティを注意してください。あとはですね、変動ということで、年に2、3回アルゴリズムの大きな変動というのがあります。必ずしもアルゴリズムのアップデートが自社サイトにプラスに働くわけではないんですね。なので、あるタイミングでスコーンとアクセスが下がったりすることもあります。なので、この Google のプラットフォームでやっている以上ですね、Google が変動すると少なからず影響を受けると。こういうことがデメリットとしては言えるのかなというふうに思います。あと、先ほどですね、顕在層なんていうお話をしたんですが、そもそもですね、ユーザーが認知していない情報ですよね。すごい新しい最新のトレンドだったり、新しいキーワードっていうのは、そもそも検索してくるユーザーが少ないので、例えば皆さんがですね、ユーザーに全く認知されてない商品とか商材を扱って認知させていこうと思った時に、なかなか検索エンジンっていうのは相性が良くないのかなというふうに思います。プレスリリースとかですね、ニュースとか、イベントでですね、こんなものを発表しますという時は強いと思うんですが、ユーザーがそもそも知らない情報っていうのは検索がされないので、デメリットという言い方は違うかもしれないんですが、なかなかアプローチできないんじゃないかなというふうに思います。なので、このデメリットなんかを考えるとですね、しっかり綿密な戦略、あと継続力なくして成功しないんじゃないかなというふうに思います。ではですね、このメリット、デメリットを踏まえてというところにはなるんですけども、SEO 対策の注意点というお話をさせていただければなというふうに思います。ペナルティがあるというところがもちろん注意点ではあるんですが、4つ今日ポイントを挙げさせていただきます。まずはですね、目的を見失わないということですね。一番最初に順位集客ではなくて、サイトの目的ですね。売上だったり、コンバージョンをしっかり意識してください。で、そのためにユーザーをしっかり考えてくださいねって話をしました。最初はしっかり目的を立ててやってるつもりでもですね、なかなか順位が上がらないとか、順位が下がってしまった、あと、アップデートで落ちてしまったなんていう風になるとですね、そこの目の前のものを対策しようとしてですね、おかしな方向性に施策が入ってしまうこともあります。なので、しっかり目的を見失わないということが大事かなというふうに思います。で、そこと通ずるんですが、SEO ためだけの施策に走らないということですね。SEO 目的、SEO ファーストで考えてしまってですね、SEO のためにこういった施策をするとかですね、ドメインを変えるとか、ディレクトリを変えるとか、あとはですね、SEO 用のコンテンツを作るみたいなおかしな発想になってしまいがちなので、あくまでもユーザーのために施策をするっていうのが前提にあって SEO を意識していただく必要があるかなというふうに思います。で、この SEO のためだけの施策に走らないというところに通ずるんですが、あくまでもサイト自体が SEO のためだけのサイトではないはずなんですね。なので、何かコンテンツを作ったり、何かサイトを作る際に、SEO 以外の要素もしっかり考慮してください。例えば、SNS だったり、リアルのイベントだったりとか、いろいろあると思うんですが、SEO 以外の要素もしっかり考慮して、施策を考える必要があるかなというふうに思います。で、最後ですね、変化に追従するということで、一度やって終わり、完璧ということはありません。Google が変化する、ユーザーの思考が変化すればですね、やるべきことも変わってきますので、一回やって終わりではなくて、見直しをしっかりしていくということが SEO 対策では必要になります。
なのでですね、こう目の前のアルゴリズムとか順位とかを見てですね、木を見て森を見ずにならないことということですね。よくですね、いろんな都市伝説とか、こういうサイトが今回上がったとか、こういうサイトが評価を受けたとか、逆のこともいっぱい出るんですが、そういったものに惑わされて、じゃあ自分のサイトも変えようとか、やってしまいがちなんで、しっかりですね、この全体を把握した上で、SEO 対策っていうのを考えていただくことが必要かなというふうに思います。ではですね、そもそもこの Google のプラットフォームで SEO 対策っていうのはしていくわけなんですが、この検索エンジンの仕組みですね、ここを理解していないとうまく施策が展開できないと思いますので、検索エンジンの仕組み、しっかり理解してください。で、ここではですね、僕もエンジニアではないので、細かいことは専門家に任せてですね、大枠をちょっと理解していただきたいなというふうに思います。まずですね、Google はこの3つの仕組みでできています。1つ目、クローリング。2つ目、インデックス。3つ目、ランキングですね。難しいカタカナが並んでいるんですが、この3つの要素になります。で、わかりやすい言葉で言うとですね、このクローリングとは何かというところで言うと、サイトを発見する部分ですね。皆さんのサイト、コンテンツだったりページっていうのは、Google にまず発見されないと話にならないわけですね。なので、このクローラー、Google を持ってクローラーとか Google ボットなんて言い方をしますが、クロールされて初めてサイトが発見されます。で、発見されるとですね、今度、Google のデータベース、サーバーですよね。サーバーに登録をしてもらわないといけないわけですね。これをですね、インデックスなんて言うんですが、まずこのサイトを登録してもらう必要があります。で、サイトを発見してもらって、サイトを登録されて初めてこの次、ランキングですね。皆さんが検索して、検索結果に表示をされると。こんなステップに分かれてるわけですね。もう少し細かく見ていきたいと思うんですが、まずこの Google ボットっていうのがすでに Google が持っているサイト、インデックスしているサイトだったりコンテンツからこの Google ボット君がクロールする、辿っていくわけですね。で、辿っていった時にですね、このページは新しいページだなとか、このページは新しいコンテンツだなってことを Google が発見します。で、そうすると Google に初めて存在が知られるわけですね。なので、まず検索エンジンに SEO で結果を出すためには、このクロールをされないとしょうがないということが分かると思うんですね。じゃあ、クロールされるためにはどうしたらいいかっていうところなんですが、この Google ボットに、この URL は新しいですよ、このコンテンツ新しく作りましたよということをお知らせしなきゃいけないんですね。で、そのためには、例えばサイトの中からリンクを貼ってあげるとか、あとはサイトマップ送信してあげるとか、あとはサーチコンソールからリクエストを送るとか、こういったことが必要になります。なのでですね、まずこの Google のクローラーが来ているかどうかということも考える必要があるかなというふうに思います。ただこのクローラーがですね、来れないところに置いてあるコンテンツっていうのはもう Google からするとあるのかないのかわからないので、もう評価されようがないわけですね。なのでこのクローリングっていう行為がまず一番最初に大事なステップになります。では次にですね、この見つけてもらったコンテンツだったりサイトが全部登録してもらえるのか、インデックスしてもらえるのかってそんなことないんですね。インデックスしてもらえるものもあれば、されないものもあると。これどういうことなのかというとですね、Google もとんでもない情報量を扱ってますので、無駄なコンテンツ、いらないコンテンツは登録したくないわけですよね。なのでですね、例えば重複しているコンテンツとか、コピーのコンテンツとか、すでに世の中にあるようなコンテンツですね。こういったものはいらないよということでインデックスをしてくれないわけですね。なので次にですね、クロールされた後にこのインデックスされているかどうかっていうのを見ていただく必要があります。あとはですね、順位が落ちましたとか、順位が出てないという時に、そもそもこのインデックスされているかどうかっていうのをチェックしてみてください。もともとですね、インデックスされてたページがインデックスから削除された。これはなかなか Google からするとですね、悪い信号だと思うんですよね。必要じゃないというふうに扱いになったということなので、このインデックスされているかどうかっていうのをしっかりチェックするということが大切になってくるかなというふうに思います。で、その上で、皆さんが一番気になるランキングですよね。検索したキーワードに対して順位がどう出てきているかどうかというところが大事になってきます。で、どうしてもですね、順位とかアクセスって話になるので、このランキングのところの話がよく SEO の対策の中では出てくるんですが、実はですね、このクローリングされて、このインデックスされて初めてランキングに表示される。このステップを踏んでるよってことを理解してください。で、どのための施策をしているのか、クロールされるための施策だったり、インデックスさせるための施策だったり、というところをしっかり伝えていただく必要があるかなと思います。この3つの仕組みに分かれているってことを理解してください。はい。ではですね、どんどん本質的なものが入っていきたいと思うんですが、上位表示させるための考え方というところに移っていきたいと思います。まずですね、このお話をする前に、品質評価ガイドラインというものがあるのをご存知でしょうか。こちらはですね、Google が作っている正式な文章になるんですが、品質評価ガイドライン。これ何のことかというとですね、実はですね、Google、自分たちの検索エンジンの品質を評価するために評価者向けに作成したガイドラインというのが存在するんですね。
これどういうことかというと、先ほどのミッションのところでお伝えした通り、Google の使命というのは、世界中の情報を整理して、世界中の人がアクセスできて使えるようにすること。これがミッションにしています。で、この関連性と信頼性が最も高い情報を提供するということを使命にしています。なので、そういった品質になっているかどうかっていうのを Google 自身が検証してるんですね。で、そのために品質評価者という人々を雇ってですね、自分たちの検索エンジンの品質っていうのを評価しているというふうに言われております。具体的にはこんな感じですね。検索結果をですね、このクオリティレーター、いわゆる品質評価者さんがチェックをします。で、この品質評価者さんがチェックしたデータを Google のエンジニアさんが見るわけですね。自分たちが作ったアルゴリズムが正しい内容になっているかどうか、良い内容になっているかどうか、品質、関連性が高い情報を提供できているかどうかっていうのを検証します。で、その上でさらにアルゴリズムを開発するんですね。また、この開発したアルゴリズムでできた検索結果に対して、クオリティレーターさんが分析をすると。こんなですね、流れで Google の検索結果というのは、どんどん精度が上がっている。逆に言うと複雑化しているということが言えるんじゃないかなというふうに思います。なのでですね、この品質評価ガイドラインっていうのは、クオリティレーターさんが、このサイト、このコンテンツはいいサイト、いいコンテンツだよと評価したり、逆に良くないサイトだよと評価するためのガイドラインになっているわけですね。で、もともとですね、この品質評価ガイドラインというのはですね、世の中に公表されていなかったんですが、いつしかですね、Google も Webmaster の皆さんもこれちゃんと読んでくださいと。僕らはこういう考え方で品質っていうのを評価してますよということを公表してくれるようになったんですね。なのでですね、この品質評価ガイドライン、これを理解するとですね、Google はこういうサイトを評価するよ。こういうサイトを評価しないよということが明確になる。で、結果的にですね、今何をすべきかっていうのが分かる。これが品質評価ガイドラインというものになります。なのでですね、今日 SEO 対策をテーマにお話をしていますが、SEO 対策をする上では、この品質評価ガイドラインの内容が分かってなければ、対策できないというふうに言っても過言ではありません。ただですね、この内容非常に難しい文章で、さらに英語で書かれておりますので、今日はですね、品質評価ガイドラインの内容を分かりやすく解説していきたいなというふうに思います。で、この品質評価ガイドラインの中からですね、読み取れる5つの評価基準というのを僕の方で作らせていただきました。1つ目がですね、ニーズメッツという考え方になります。これはユーザーの検索している意図に一致しているかどうかということですね。次、ページクオリティ、ページの品質が高いかどうかですね。で、3つ目、サイトトラスト、サイトの信頼性が高いかどうか。で、4つ目、ユーザビリティ、UI、UX。これ先ほども出てきましたが、ユーザーインターフェース、ユーザーエクスペリエンスですね。ユーザー体験ですね。で、5つ目、ロスポイントということで、マイナス要素がないか。この5つをもとにですね、評価しますよということが書かれております。なのでですね、この5つむちゃくちゃ大事になってくるんですが、一つ一つ見ていきたいと思います。まず1つ目のこのニーズメッツからいきたいと思います。こちらはどういう考え方かというと、検索クエリーに対してユーザーのニーズを満たしているかどうかを評価しますよということですね。はい、前半にはもありました。ユーザーが知りたい情報を伝えることがですね、Google の使命になってますので、まずそもそもの検索クエリ、キーワードに対してこのニーズをちゃんと満たしているかどうかを見極めてですね、上表示させていると言われているんですね。で、このニーズメッツが最も高い状態、これをですね、こんな風に表しています。ほとんどのユーザーが結果に即座に完全に満足して自分のニーズを満たすために他の結果を表示する必要がなくなる。これをですね、ニーズメッツが最高の状態というふうに Google は表しています。で、そのためにはですね、3つ条件があるよというふうに言ってるんですね。1つ目がですね、コンテンツマッチ。検索意図を満たすコンテンツの内容かどうかということですね。で、2つ目、コンテンツアマウントということで、コンテンツのボリュームがあるかどうかですね。で、3つ目、イミディエイトリーということで、即座に検索意図を満たしているかどうかということですね。コンテンツの文字数は何文字以上がいいですかなんてことを聞かれるんですが、これ、そもそもその質問が間違っていまして、キーワードに関して、それぞれこの検索意図というのがあるわけですね。で、この検索意図を満たしている内容かどうか、ボリュームがあるかどうか、分かりやすいかどうか、これが大事ですよということなんですね。で、その上で、この検索意図ですね、検索インテントとかサーチインテントなんてことで英語で言ってますが、この検索クエリーには検索意図っていうのがあるということをしっかりまず前提に押さえてみてください。検索クエリーのタイプということでですね、Google がまとめてくれてるんですが、キーワードによってはですね、何をしたいのか、何のために検索しているのかっていう種類が異なると思うんですね。ここではですね、4つタイプ分けをしてくれています。まず1つ目はですね、I want to know ということですね、知りたいですね。2つ目、I want to go ということで、行きたい。3つ目、I want to do ということで、したいですね。最後、I want to buy という買いたいということですね。それぞれキーワードには、こういった形で検索クエリには意図があるということを Google は言ってるんですね。知りたい、行きたい、したい、買いたいということですね。実はこういった検索意図を Google は理解してですね、検索結果っていうのを表示させてるんですね。
皆さんも考えてみると、検索するキーワードによって Google マップが出てくるときと出ないときがあると思うんですよね。あとはですね、アドワーズ広告が出るときと出ないときっていうのがあると思います。あとはですね、情報系のコンテンツがいっぱい出るときと、通販サイトがいっぱい出るとき、これ違うと思うんですよね。実はこの辺をですね、Google はかなり研究しておりまして、この検索クエリにマッチしたコンテンツだったり、検索結果を表示させています。なのでですね、このキーワードに対して検索意図を満たしたコンテンツでなければ情報表示はできないわけですよね。なので、自分たちがこのキーワードに関してこういったことをコンテンツにしようというですね、自分たち都合でコンテンツを作っても結果が出ません。そのキーワードでユーザーが何を求めているのか、何を知りたがっているのかっていうところがポイントになってくるわけですね。押さえておきたいポイントとしてはですね、ページの品質が高い。このコンテンツの品質っていうのはもちろん大事なんですが、品質が高いからといってですね、このニーズメッツ、検索意図を満たしているわけではないわけですね。なので、最もまず一番最初に考えなきゃいけないのが、この検索のキーワードの意図っていうのを理解するということが大事になります。これがもう大前提ですね。ではですね、次、この検索意図を満たしました。で、満たした上で次に大事になってくるのが、このページの品質の部分になります。はい。ではですね、このページクオリティ、ページの品質が高いかという話に移っていきたいと思います。こちらですね、皆さんもページの品質が高いか低いかというとですね、高い方がいいに決まっているというふうに思うと思うんですが、Google がですね、何をもってページに対する品質、信頼性を判断しているのか、ここがですね、非常に気になるところだと思うんですね。先ほどのですね、検索意図を満たす。これも非常に大事なんですけども、今ですね、多くのサイトがもうこの検索意図を満たすということができるようになってきているように思うんですね。その上で昨今のアルゴリズムの変動を見ると、この検索意図を満たしているだけではですね、上位表示できていないです。もともと上位表示されていたものが順位が落ちてしまうものの中にですね、このページの品質が問われているんじゃないかなという変動事例を多く目にしております。なので非常にですね、このページの品質、信頼性、これ重要になります。ではですね、Google は何をもってこのページの品質を見ているのかということでですね、5つの要素があるということが、この品質評価ガイドラインに書いてあります。1つ目、ページの目的。2つ目、EAT。3つ目、質と量。4つ目、運営者情報。最後、評判ですね。この5つをもとにですね、ページの品質、信頼性をチェックしているよということなんですね。では、1つずつちょっと細かく見ていきたいなと思うんですが、まずページの目的ですね。これどういうことかというとですね、ページにはそれぞれページの目的が存在するということなんですね。これどういうことかというとですね、当たり前っちゃ当たり前なんですが、通販サイトであれば何かを買うっていうのが目的ですよね。旅行の予約サイトだったら予約をするっていうのが目的ですよね。情報サイトであれば何かの情報を伝えるということが目的ですね。で、この目的が存在するよということなんですね。その目的が達成しやすいか否かがですね、このページの品質だということですね。これ分かりやすい例がですね、通販サイトになります。通販サイトは物を買うことが目的なので、買いやすいかってことがですね、ページの品質なんですね。じゃあ、買いやすいページって何でしょうか？例えばですね、商品画像が充実しているとか、口コミがしっかり載っているとか、あとはですね、クレジットカードが使えるとか、あとは返品するときのポリシーですね。返品できないとか、あと返品するときは何日までとか、そういったポリシーが載っているとか、ということですよね。なので、それぞれのページの目的、ここをですね、達成しやすいかどうかがページの品質ですよということなんですね。なので、ここでもユーザー視点ですね。ユーザーがいかに目的を達成できるかっていうのを評価してますよというのがこのページの目的になります。では次、EAT ということで難しい言葉が出てきているんですが、これ非常に今重要なトレンドキーワードになっているので押さえてください。3つの頭文字を取ってですね、EAT と言います。エキスパティーズ、専門性、オーソラタイブネス、権威性、トラストワースネス、信頼性。この頭文字を取ってですね、EAT なんていうふうに呼びます。コンテンツだったり、ページの専門性、権威性、信頼性があるかというところを Google は見極めてるんですね。コンテンツ作成者、サイト運営者の EAT を総合的に評価しますよということなんですね。で、特に YMYL においてはということで、またこれは難しい言葉が出てきました。まずですね、コンテンツを作っている人だったり、コンテンツの中身が専門性があるか、権威性があるか、信頼性があるか、これを見極めているというんですね。で、さらにですよ、さらにこの YMYL においてはよりこれを見ますよということなんですね。では、この YMYL、これも重要なのでちょっと押さえていきたいと思います。これ何かというところなんですが、これはですね、Google が持ってきた概念、コンセプトで、Your Money or Your Life。この頭文字を取って YMYL というふうに呼ぶんですね。で、こういうふうに定義されています。人々の幸福、健康、経済的安定、安全に影響を与える可能性のあるページのことを YMYL というふうに呼んでるんですね。
これ皆さんも何か検索するときにですね、今日夜飯ハンバーグを食べようということで、ハンバーグの作り方を検索するときと、自分の父親が病気になりました。で、よくわかんない病名で検索するとき、これ全然モチベーションが違うと思うんですよね。でもちろんハンバーグの作り方もですね、正しい情報が出てきてほしいんですが、より幸福、健康、経済、安全に影響するようなキーワードに関しては、先ほども言った正しい情報だったり、正確性の高い情報を出さなきゃいけないということで、EAT、専門性、権威性、信頼性をより重要視しますよというのが Google の見解なんですね。なので、特にですね、こういったジャンルに該当する検索結果のページに関しては、EAT というのが見られますよって話になります。ではですね、この YMYL、どんなジャンルがあるかというとですね、こんな領域だというふうに言われております。医療、健康、法律、行政、重要なニュース、あとは民族、宗教、ショッピング、金融ということですね。こう見るとですね、ほとんどこの YMYL に該当してしまうような気がするんですが、どんどん YMYL というですね、範囲が広がっているというか、概念が広がっているような印象を受けております。なので、この YMYL に限らずですね、もう EAT というのは、ページの品質を上げる意味では、もうすべて重要だというふうに思ってください。なので、ニーズメッツを満たすだけではなくて、このページの品質、EAT を上げていくということが上位表示させるためにはマストになってきているというふうに考えていただければと思います。では次ですね。この質と量ということ。ページの質と量が大事だよということですね。先ほどのニーズメッツのところでもコンテンツマッチ、コンテンツアマウント、質と量が大事だと話をしたんですが、ここではよりコンテンツの中身ですね。まず、一時情報、ユニーク情報が必要だよということなんですね。よくこのニーズメッツが大事だということでですね、上位表示されているサイトを分析して、同じようなコンテンツを作っているサイトっていうのが非常に増えてきたんですが、それでは一時情報ではないわけですね。あとはユニークな情報とも言えないですよね。なので、Google が品質を見る上では、この一時情報、ユニーク情報が大事だよということなんです。で、その上で付加価値ということで、もちろん他のサイトから引用したりですね、コピーしてくるケースもあると思うんですが、それだけでは認めませんよということですね。しっかり付加価値がある情報を提供してますかということです。では次にですね、包括的で完全な説明を十分な量でしているかということです。検索キーワードに対してユーザーが知りたがっている情報を包括的で完全にちゃんと説明をしていますかということですね。抜け漏れがないなんてことでですね、ロジカルシンキングの中ではミッシーなんていう考え方がありますが、まさにそういったニュアンスで、この完全な説明で十分な量のボリュームがあるかどうか、ここも品質を見ていますよということですね。で、さらにですね、誤りがない。そもそも間違っている情報、これを検索結果に出すわけにはいきませんので、間違っている情報ダメですよということですね。で、その上でですね、文法だったり語字、こういった誤りがないかということも見ています。そもそもですね、コンテンツの中に語字があったり、脱字があったり、文法が誤っていったり、こういったものをリリースすること自体、Google はもう良しとしてないんですね。なので、しっかりコンテンツを作った後、構成、校閲っていうのをしっかりしてくださいねってことを Google 言ってます。なので、この誤りがない文法情報が必要だよということですね。で、さらにその上で、信頼っていうことで、先ほど EAT の中でもトラストワースネスっていうことで、信頼がある人が書いてるか作ってるコンテンツなのかどうかを見るよっていう話があったんですが、このコンテンツの中でも言えますよね。例えば、富士山が日本一だ。これは誰しも知ってる情報かもしれませんが、2番目に高い山はホニャララだって言ったときに、本当っていうふうに思ってしまったらですね、信頼に値しないと思うんですね。なので、何かこういった事実を載せているものであれば、ファクト情報だったり、参照元、引用元、情報源をしっかりイメージしてくださいねってことなんですね。なので、好き勝手コンテンツを書いてればですね、Google は評価してくれるかというと、そんなことはなくて、それが本当に正しいかどうか、信頼が持てる情報なのかどうかってことが必要になってきます。なので、このメインコンテンツ自体の質と量を評価しますよということですね。そんなことですね、ロボットが判断できるのというふうに思うところはあるんですが、Google どんどん進化してですね、AI だったりいろんな情報を使ってですね、このコンテンツがユニークなものか、一時情報なのか、完全な説明があるのか、あと間違ってないか、あとは信頼できるかどうか、こういったところを評価しているわけです。では3つ目ですね。運営者情報ということで、こんなの誰でも載せてるよというふうに思いがちなんですが、誰が運営しているサイトなのかどうか、サイト運営者の EAT が高いかどうか、ここをしっかり見てますよということですね。今ですね、もう正当性がない限り運営者情報は絶対に必要だというふうに Google は言っています。なので必ず運営者情報を載せてください。ただですね、この会社概要を載せればいいのか、運営者情報をただ載せればいいのかというそうではなくて、その運営者が信頼に値する会社なのか、人物なのか、というところをしっかり伝える必要があるということですね。なので、例えば上場しているとか、プライバシーマークを取っているとか、なんかの賞を受賞したとか、ほんならの資格を持っているだとか、
サイトだったりコンテンツの EAT、信頼性、権威性、専門性を上げたいのであれば、しっかりこういった情報を運営者情報のところで伝えていく。これも大事な対策になってくるかなというふうに思います。運営者情報のページの充実っていうのは EAT に寄与する可能性が高いということですね。なので、運営者情報、これ非常に今大事になってきております。では最後、評判ということで、サイト運営者の評判は、第三者や専門家からの評判を総合的に評価しますよということなんですね。先ほどのですね、運営者情報のところに近いんですが、その運営者がですね、世の中の評価が低かったらなかなか信頼に値しないと思うんですね。どっかの詐欺グループがですね、作ってるようなサイトなんて皆さん見たくないですよね。なので、こういったところも重要視しますよということなんですね。この運営者情報に関して、サイトの評判だったり、運営者の評判っていうのはなかなかコントロールできないものだと思います。だからこそ Google はページの品質を見る上で、この評判っていうのも評価してるんじゃないかなというふうに思います。なのでですね、この5つですね、ページの目的、EAT、質と量、運営者情報、評判。この5つをもとにですね、ページの品質を Google は評価しているというふうに言われております。では、3つ目ですね。サイトの信頼性が高いかどうか、サイトトラストという仕様も見ていきたいと思います。こちらですね、サイトの信頼性を総合的に評価しますよということなんですね。これ4つ弊社ではポイントがあるというふうに考えています。1つ目がドメインですね。このドメインというのをですね、Google 非常によく見ています。このドメインを取得した年数だったりとか、ドメインの名前だったりとか、このドメインが信頼に値するかどうかということですね。あとはドメインによってはですね、特定のグループしか取れないドメインというのはあると思います。ACJP とか EDU とか GOB とか .jp とか COJP とか、その属性にしか取れないドメインというのもあると思うんですね。そういったことも含めてですね、このドメイン自体を評価して、サイトの信頼性というのを見ている部分があるんじゃないかなというふうに思います。こういった観点からドメインの信頼性というのを見てますので、どうしてもですね、新規ドメイン、新しく取得したドメインというのは Google は信頼できるかどうかわからないんですね。なので、この新規ドメインというのはどうしても不利に働くというふうに言われております。だからといって、この中古ドメインがいいかというとそういうわけではなくて、中古ドメイン、要は人が使ってたドメインを買ってきて、もらってきて使う。これ Google 分かっているので、中古であればいいよというわけではないわけですね。ただ、ドメインを見てサイトの信頼性を一つ見ているんじゃないかなというふうに思います。じゃあ次、リンクですね。これはもともと Google が取った特許、ページランクという考え方があります。なので今でもですね、このリンクというのを Google は非常に重要視して見ています。なので、このサイトに対してどんなリンクが集まっているかということですね。もともといい論文はいろんないい論文に参照されているという考え方からこのページランクというのができているんですけども、この発想でいいサイト、いいドメインはいろんなサイトからリンクをされているべきであると。ということで、いかに品質が高いリンクが多く集まっているか、ここを見てサイトの信頼性っていうのを Google は見ているんじゃないかなと思います。なので、いかにいいリンクが集まっているかどうか、ここをもとにですね、サイトの信頼性っていうのを見ているんじゃないかなと思います。で、リンクと非常に近い考え方になるんですが、サイテーションという考え方があります。これちょっと難しい言葉なんですが、引用されるなんていう日本語になるかなと思うんですが、例えばですね、有名なサイト、有名な人物であれば、ウェブ上でいろんなところで言及されていると思うんですね。逆にですね、信頼のない人物、サイト、会社であれば、世の中で全然言及されてないと。ということでですね、このウェブ上でどれぐらいサイテーション、引用されているかどうか、これを見極めて、このサイトの信頼性なんかを見ているようなことを言われております。例えばですね、検索回数なんかも一つこのサイテーションというところで評価されるんじゃないかなというふうに思います。全く検索されていない会社名だったりサイト名よりですね、いろんな人にいろんなところで検索されているサイトの方が知名度が高い、認知度が高いという扱いになると思いますので、こういったサイテーションという部分もサイトの信頼性を決める評価軸になっているんじゃないかなというふうに思います。で、最後、コンテンツですね。ページクオリティのところだったり、コンテンツの話をしたんですが、このサイトの中にいかにページの品質の高いコンテンツがいっぱい入っているかどうか、ユーザーのニーズを満たすコンテンツがいっぱい入っているかどうか、こういったところもサイトの信頼性を決めるポイントに一つなっているんじゃないかなというふうに思います。はい。サイトトラストですね。ここはなかなかコントロールできない部分なので、難しい部分であるんですが、非常にウェイトもその分大きいということになるんじゃないかなというふうに思います。で、4つ目ですね。ユーザビリティ、UI、UX っていうところですね。昨今ですね、非常にここの部分も重要視するように Google 変化してきていると思います。こちらはですね、ユーザビリティ、UI、UX ということで、ページエクスペリエンス、ページの体験ですね。ユーザー体験をランキング要因に追加しますよということを言っております。で、このページの体験っていうのはですね、こう指標にするのは非常に難しいと思うんですよね。皆様ディズニーランドに行って楽しかったかどうかって本当人それぞれだと思うんですよね。
待ち時間が短かったとか、ご飯が美味しかったとか、アトラクションにいっぱい乗れたとか、これ人によって全然楽しい度合いって違うと思うんですが、こういったものをですね、しっかり指標化してランキングを決める一要因に入れますよということに Google は言っております。これどういった項目があるかというとですね、Google こういうふうにまとめてくれています。まず緑部分で囲った部分ですね。Core Web Vitals って書いてあるんですが、これ非常に難しい考え方で、Core Web Vitals ってことなので、Web の中心となる不可欠な要素ということですね。この指標として3つ入れますよということで、上から Largest Contents Full Paint ということで、LCP、次 First Input Delay、FID、最後、Cumulative Layoff Shift、CLS ということですね。これはですね、コンテンツが表示されるスピードだったり、コンテンツに入力できるまでのスピードだったり、ページ崩れがないかどうか、こういったところを重要な指標として、ページの品質を見ますよということなんですね。これをページ体験、ユーザー体験としてランキング用に入れますよということですね。で、これは2021年6月から8月中旬にかけて、この Core Web Vitals っていうのがランキング4位に入るようになりました。なのでですね、皆さんのページのスピードだったり、ユーザー体験っていうのもですね、このランキング4位に入っているということなんですね。ではですね、この Core Web Vitals 以外には何があるかというところですとですね、モバイルフレンドリーということで、モバイルでアクセスしたときに使いやすいかどうかということとかですね、セーフブラウジングとか HTTPS、セキュリティ上問題ないかどうかとかですね、あとはインターステーシャル広告なんていうことですね。広告がズバーッと出てきてコンテンツを邪魔したりするケースもあると思うんですが、こういったものはユーザー体験が低いよということになると思うんですね。なので、こういったユーザーにとって心地よいサイト、コンテンツになっているかどうか、これを評価基準に今入ってきているということになります。では最後ですね、ロスポイントということで、マイナス要素がないかということですね。サイト内に不全点、マイナス要素がないかというところなんですが、いろんな項目で不全点というのは存在するんですが、特に重要視した4つのポイントを今日解説したいと思います。1つ目、Google ボットということで、先ほどですね、検索エンジンの仕組み、クローリング、インデックス、ランキングっていうのをお話をしました。まずは、この Google ボットがクロールできないとか、インデックスされないような仕様になっているところが不全があると、そもそも検索結果に出てくるはずがありませんので、Google ボット視点でですね、不全点がないかっていうのをチェックしてみてください。次はね、HTML の構造ですよね。HTML の使い方が間違ってて、検索エンジンに正しく伝わってないとか、重複している項目があるとか、タイトルが非常に長いとか、こういったことでですね、不全がないかですね。で、3つ目、ガイドライン。先ほどガイドラインというのが存在して、ペナルティが存在するって話をしました。なので、このガイドライン違反をしてないかどうかというところです。で、最後、コンテンツ視点で不全点がないかということです。コピーがないか、誤字脱字がないか、あとは間違った情報じゃないか、みたいなところですね。こういった形で Google ボット、HTML 構造、ガイドライン、コンテンツという視点でマイナス要素がないかどうかっていうのをチェックしてみてください。ではですね、この品質評価ガイドラインから見る5つの評価基準というのを解説してきました。ニーズメッツ、ページクオリティ、サイトトラスト、ユーザビリティ、ロスポイントの使用が大事になります。で、優先順位としてはニーズメッツから高くなります。で、昨今ですね、先ほどもお話したんですが、ニーズメッツっていうのはだいぶ理解が深まってきている、ここを満たすサイト、コンテンツが増えてきているなという印象があるんですが、それゆえに Google はもっと深いところまで見て、アルゴリズムを決めているように思います。このページのクオリティ、サイトのトラスト、ユーザビリティ、このあたりまでですね、しっかりやっていく必要が今出てきていることがポイントになるかと思います。はい。では次ですね、内部施策と外部施策、こんな言葉を聞いたことある方多いんじゃないかなというふうに思うんですが、こちらの話に移っていきたいと思います。内部施策と外部施策、これ何かというとですね、英語で内部施策をオンページ SEO なんていうふうに呼んだりします。一方で外部施策のことをオフページ SEO なんて言ったりします。オンかオフかみたいなことです。で、これですね、先ほどの5つの評価基準で話してきた話になります。で、それを上位表示させるための考え方だったり、施策をサイトの中に行うのか、サイトの外に行うのか、で、内部と外部っていうふうに分けた考え方になります。従来は SEO 対策というところで内部と外部なんていう言い方をしてきた背景があって、この言い方が非常によく使われるんですけども、先ほどの5つの評価基準、いろんな話をしてきたんですが、それをサイトの中とサイトの外に分けたものがこの内部施策と外部施策というふうに呼べるかなというふうに思います。なので重複している部分もあるので、どんどん解説していきたいと思います。まず内部施策ですね。こちらいくつか項目を挙げさせていただきました。今日すべてカバーすることはできないんですが、内部施策の一例を紹介していきたいなと思います。まずはですね、クローラビリティ。次、ページ構造。次、サイト構造。MFI。次、ページエクスペリエンス。
最後はトレンド。いろんな分け方あると思うんですが、僕なりに分かりやすく分けてみました。まずはクローラビリティ。これは一番最初に話した検索エンジンの仕組みということで出てきましたね。検索エンジンにサイト内の URL をちゃんと辿ってもらう必要があるわけですね。で、新しくできたページは知らせる必要がある。ということでですね、サイトマップを作りましょうとか。あとは内部リンクですね。こことここをちゃんとリンクしてあげて、クローラーが回れるように循環させましょうということで、こういった施策がクローラビリティの要素になるかなというふうに思います。次、ページ構造。これがですね、いわゆる SEO の内部対策でよく出てくる話ですね。HTML、タイトルをどうしようとか、ディスクリプションをどうしよう、あと H1、H2 が大事だよとか、このページの構造をしっかり HTML で作ることによって、検索エンジンタイトルだから大事ですよ。H1 だから見出しだから大事ですよとか、ここはパラグラフですよとか、ここはテーブルですよとか、ここはリストですよと。こういうふうにしっかりコンテンツを検索エンジンに理解してもらう。その上でこの HTML をしっかりやりましょう。これが内部施策の一つになります。なのでタイトルが大事だとか H1 がとかいう話がよく出てくるんですけども、本来ですね、このコンテンツを Google に正しく認識してもらうために HTML のマークアップをしようっていうのが本来の解釈になるかなというふうに思います。で、次にですね、この HTML とこと近いんですが、構造化データ、これ Google は非常に今推しております。Google はテキスト文章を見たときに、これが何かっていうのが理解しにくいわけですね。で、これを構造化データっていうものでマークアップしてあげると、より分かりやすくなるわけです。例えばですね、どうでしょうか。EC サイトで商品の情報を載せてます。これが商品名なのかどうか、これが価格なのかどうか、これが形状、色なのかどうかっていうのをですね、この構造化データでマークアップしてあげるんですね。そうすると、この財布は最新のプラダの財布で、色が黒で、男性もので、値段がいくらでみたいなことが正しく Google に伝わるってことなんですね。なので、このページ構造をしっかり理解させる意味でも、この構造化データっていうのが重要になってきています。では次、サイト構造ですね。これ、階層構造とかパンクズリストなんかがまさにこのサイト構造のお話になります。Google も皆さんのサイトを辿っていったときにですね、ここはプラダのコーナーだなとか、ここはヴィトンのコーナーだなとか、ここはカバンのコーナー、ここは財布のコーナーだなということで認識をしていくと正しく理解ができるようになるんですね。そうするとしっかり階層構造が作られているとか、パンクズリストってあると思うんですが、この下にこのページがあるのかと。ここの中にこのページが、コンテンツがあるのかということが理解しやすくなりますので、関連性だったり、重要性、信頼性だったりとかを Google に伝えることができるようになります。正しく皆さんの複雑なサイトを Google に認識してもらうために、このサイト構造っていうのを作っておいてあげるということが大事かなというふうに思います。迷路のようなサイトだと Google よくわからないわけですね。なので、しっかりこのサイト構造を整理しましょう。これが重要なポイントになります。次、MFI ということで、Google はモバイルファーストインデックスという考え方で、もともとはパソコンのページ、PC のページを元にランキングを決めていたんですが、今ですね、もう皆さんモバイルを中心に使っているということで、モバイルページの方が重要だということで、モバイルページを元にランキングを決めるように変更しました。その上で、この MFI ということで、アノテーションとモバイル対応というところで挙げさせていただきました。これどういうことかというとですね、モバイルページと PC のページがあったらですね、しっかりこことここが同一のページだよってことを認識させてくださいとか、どっちがモバイルでどっちがパソコンのページだよってことをですね、しっかり記述してくださいというふうに言ってるんですね。で、アノテーションということで、サイトのヘッドのタグの中に入れるんですが、しっかり検索エンジンに対してどっちが正規のページなのかどうか、どっちがモバイルのページなのかどうか、ということをですね、記述するということも大事になってきています。で、次に先ほどのページエクスペリエンスのところで出てきたんですが、モバイル対応ということで、モバイルフレンドリーなんて言い方をします。モバイルでアクセスしたときに表示しやすいかどうかとか、クリックしやすいかどうかとか、見やすいかどうか、ここも重要な仕様になってきているので、この内部の施策としては大事になってくるかなというふうに思います。次、ページエクスペリエンスですね。先ほどの UI、UX のところで出てきました。コアウェブバイタルス、先ほどのページスピードだったりとかですね、入力できるまでのスピードだったりということが大事になってきています。特に画像の処理ですかね。今ですね、モバイルが当たり前になってきたときに、モバイルでいかに早く表示させるかというところでは、いかに早く画像を処理するかですね。なので、いろんな画像のフォーマットが出てきたり、画像サイズの最適化なんか出てきています。SEO の範囲が広がっているって話をしたんですが、この画像の扱いなんかも SEO 施策で大事なポイントになってきているなというところですね。あとはセキュリティですね。SSL ということで、もう HTTPS というのがもう当たり前になってきています。この SSL 化しているかとか、セキュリティ上問題ないか、これも SEO の内部の範囲ですね。最後、トレンドということで、このちょっとまとめ方が正しいかどうかわからないんですが、今、EAT、先ほど散々お話をしてきました、ページ、サイトの EAT がむちゃくちゃ大事になってきます。なので、このページの品質、専門性、権威性を高めるために、しっかり運営者情報を厚くするとか、Google に自分たちが何者なのか伝えていく、これも内部施策の一つになってくるかなというふうに思います。
で、最後、動画ということで、先ほどページエクスペリエンスのところで画像が大事だよって話をしたんですが、動画のニーズもどんどん高まっています。こういったユーザーのニーズに合わせて新しいものを取り入れていくってところも大事なポイントになってくるかなというふうに思います。今日ですね、この内部施策っていうことで、こんな分け方をしました。先ほどの品質評価ガイドラインの5つの基準でもいろんな軸でお話をしたんですが、サイトの中の視点で言うと、こういったことが SEO する上では大事になってきます。なので、各要素において限定をなくしていく、あとはできる限り加点をして集めていく、Google に正しく認識をしてもらうということが大事な施策になってくるかなというふうに思います。一方でですね、今話したのがサイトの中の話であるとすると、今度サイトの外の話に移っていきたいと思います。これも私なりに5つのポイントにまとめてみました。ドメイン、リンク、サイテーション、コンテンツ、その他。これも前半のサイトトラストと被る部分が大きいんですけども、5つの視点でお話をしていきたいと思います。まず、ドメインの年齢だったり、EAT、こういうのが大事になってきているかなと思います。ドメインの年齢なんてものはもうそもそもコントロールできるものではないんですけども、それがゆえにですね、新規のドメインっていうのは評価されにくいというところは押さえておいていただけると良いかなというふうに思います。あとはですね、EAT ということで、Google はこのドメインは何に対して専門性が高いのか、品質が高いのか、専門性が高いのかっていうのを理解してますので、そういった意味でもですね、このドメインに対する年齢だったり EAT というところが大事になってくるかなというふうに思います。これは逆手にとっての EAT ハックではないですけど、他人のドメインを買ってきたり、他人のドメインの下に新しいコンテンツ、サイトを作って、EAT、年齢が強いところで Google の評価を意図的に集めようとするような施策、こういったものも淘汰されていくと思います。なので、ユーザー視点でしっかりこのドメインっていうのを考えていただく必要があるかなというふうに思います。次、リンクですね。これも先ほどお話しました。ページランクと、あと質と量というところですかね。リンクも多ければいいってものではなくてですね、自分たちのサイトと関連性の高いサイトから高品質なリンクをもらうということが重要になります。このリンクのところは非常に指標としても効果が高いので、逆に言うと悪い施策もいっぱいあります。逆に言うとこのペナルティも多いところですね。なので、ちょっと間違えるとリンクは重要な反面、ペナルティにもなり得るので、ここは注意してください。後半でスパム行為のところでこのリンクに関してお話はさせていただきたいと思います。サイテーションですね。これ、ウェブ上で言及されている数が評価につながってるんじゃないかなというところなんですが、よくですね、SEO 業界の中で最も効果の高い SEO 施策って何かっていうとですね、上場するか CM を出すかなんてことを冗談で言ったりする方がいるんですが、まさにですね、この認知度が上がるっていうことは、サイテーションが増えるっていうことでもあると思うんですね。なので、そもそものサービスだったり、企業の認知度を上げていくっていうことは、このドメインだったり、サイトを強くする上では重要なポイントになってくるかなというふうに思います。その上ではですね、実はこのオフラインの活動だったりとかっていうのも外部施策、SEO の施策としては一つ有効になってくるかと思います。で、次、コンテンツですね。コンテンツはサイトの中で作るものなんじゃないのという声が聞こえてきそうなんですが、良いコンテンツを作ると良いリンクが集まってくると思います。で、さらにブックマークされたり、他のサイトで言及されるなんてことも増えてくるんじゃないかなというふうに思います。なので、結果的に中にいいコンテンツを作っていくことが、外への施策にもなってくるかなというふうに思うので、コンテンツもこの外部施策の中に入れさせていただいております。で、最後ですね、その他というところでまとめたんですが、GMB、Google マイビジネス。これはですね、非常に今 Google も力を入れてどんどん進化しています。この Google マイビジネスが直接的な SEO の施策にどこまでつながっているかは分かりかねるんですが、今検索するとですね、Google マップが出てくるケースも増えてきていると思います。その上で Google マイビジネス上でしっかり情報を更新していくということも重要かなというふうに思います。あと SNS ですね。Twitter、Facebook、TikTok、YouTube、いろいろあると思うんですが、これらも直接的に何が影響しているかというのは言いにくいんですが、サイテーションの概念だったりとか、この SNS っていうのもうまくリンクさせていくと、サイト自体を強くしていく施策になってくるんじゃないかなというふうに思います。で、この内部に対して外部っていうのは自分でコントロールできないことが多いと思うんですよね。だからこそ第三者から評価をいかに集めていくかということが大事になります。中は自分たちで強化していくということが重要になるんですが、この箱ですね、外からの評判というのをいかに上げていくかということが大事な施策になってくるかと思います。では次、これはダメ、スパム行為の回避ということで非常に注意していただきたい項目なので、こちらもぜひよく聞いてください。まずこのスパム行為の回避ということで、前半ですね、ガイドラインがあって、このペナルティがあるよとお話をさせていただきました。で、このペナルティの猛威ということで、ペナルティを受けるとどうなるのかをちゃんとお伝えしておきたいと思います。まず一番分かりやすいペナルティの猛威というのは、順位が落ちるということですね。ランキングがダウンします。1ページ目に行ったものが県外に吹っ飛ばされたりですね、1ページ目に行ったものが2ページ目に落ちるなんていう軽度のランクダウンというのもあると思うんですが、順位が落ちる。これがランクダウンということですね。で、順位が落ちるだけであればですね、まだいいんですが、最悪のケースになるとですね、ページ自体が消されてしまいます。
インデックスからなくなってしまうということですね。もうこうなってしまうともう何で検索しても出てきませんので、このページが削除されてしまいます。で、ひどい場合はですね、ページだけではなくて、ディレクトリ単位で削除されてしまったり、ドメイン単位で削除されてしまうケースもあります。これ大げさではなくて、私も何度も見てきました。ドメイン単位で消されてしまうということがあります。本当に罪の重さによっては永久追放の可能性もあります。サイトだったりドメインって皆さんにとって資産になるものだと思うんですが、この資産が Google から消されてしまうと。検索エンジン経由の集客がサイトの6割から7割を占めているサイトが多い中では、もう Google から消されたら Web 上では施策が打てないと言っても過言ではないんじゃないかなと思うんですね。なので本当ペナルティって恐ろしいです。絶対にかけていただくということが必要になるかなというふうに思います。で、その上でですね、再三にはなるんですが、ガイドラインの熟知と遵守というのが大前提になります。で、この品質に関するガイドライン、これぜひ一度目を向けてみてください。検索エンジンを欺く行為はスパム行為になります。かなりいろんな歴史があるので、いろんな項目があるんですが、明暗を思いついた。これでリンクを獲得しようとか、こうやったら Google に評価されるかもしれないっていうやった施策がですね、もしかするとガイドライン違反になっている可能性もあるので、ここは注意していただきたいなというふうに思います。ではですね、いくつか代表的なスパム行為というのを挙げていきたいと思うんですが、まずリンク、ドメイン、コンテンツ、この3つの仕様でよくありがちなスパム行為をご紹介していきたいと思います。1つ目、リンク、非常に効果が高いです。リンクが集まれば集まるほど順位が上がります。それがゆえにですね、リンクを購入するということはやめてください。あとはですね、リンクをしてくれたら何々あげますよということで、インセンティブを上げる。これも禁止行為になっています。なので、リンクを恣意的に購入する、集めていく行為というのはスパムになります。あとはですね、リンクファームなんて言葉があるんですが、ファーム、農場みたいなものですね。このグループに入るとですね、それぞれ相互でリンクをし合いましょうなんていうグループを作って、それぞれでリンクし合う行為、これも禁止されています。あとは相互リンクなんて言葉がありますね。お互いリンクし合おうよということで相互リンク。もうこれもですね、もちろんグループサイトなんかでユーザーにとってメリットがあったり、こことここは関連しているサイトなんですよってお知らせする分には一切問題はないです。ただ、リンクの数を増やしたいがために相互リンクをしたり、これはダメですよということですね。じゃあ次、ドメインですね。こちら先ほども出てきました中古ドメイン。中古ドメインを使うこと自体が別に悪いわけではないんですけども、意図的にドメイン年齢が欲しいとか、EAT が高いドメインが欲しいということで中古ドメインを買っていく行為。で、いっぱい中古ドメインを買ってリダイレクトをかけて、あくまでも強いドメインを演出するような行為。これもダメですよ。とですね。一時的には効果があって順位が上がってくるものも中長期的に見たら下がっているものの方が多いんじゃないかなというふうに思います。なので、許されているから OK ではなくて、こういったものはスパム行為になるということです。あと不自然なリダイレクトということで、いろいろドメインを買ってきて、それぞれの持っているパワーをメインのサイトに伝授したいということは、リダイレクトをかける行為。こういったものもダメですよということですね。まだサイトリニューアルをするときにリダイレクトってよく使うと思うんですが、これ知らずにしてというか、めんどくさくて全部トップページにリダイレクトしちゃおうみたいなことでやると正しく評価が伝われなかったり、時にはスパム行為扱いになってしまうケースもありますので、このリダイレクトをこれぜひ気をつけていただきたいなというふうに思います。あとはクローキングですね。ユーザーに見せるコンテンツ、検索エンジンに見せるコンテンツを意図的に変えたりするということですね。ユーザーには画像中心のコンテンツを見せて、検索エンジンにはテキストがたっぷり充実したコンテンツを見せるようなこと、こういったものを禁止されています。こういったものに該当しそうであれば、しっかり調べていただく上でやっていただくことが大事かなというふうに思います。次、コンテンツですね。品質が高いコンテンツを評価するよという話をしたんですが、低品質なコンテンツ、これ例えばクラウドソーシングなんかを使って大量に格安のコンテンツを集めて作る、アップするような行為、これもスパム行為というふうに言われております。なので、コンテンツ、安かろう悪かろうはもう低品質のコンテンツになります。このコンテンツをしっかり作るということは念頭に置いていただくといいかなというふうに思います。で、自動生成のコンテンツですね。これも安く大量にコンテンツを作りたいとか、海外のコンテンツを自動翻訳してコンテンツにしたいとか、いろんな悪知恵が働く人がいるんですが、こういったコンテンツもダメですよということですね。あとはコピー、これ言語道断ですが、他人のサイトとか、他のサイトから持ってきたようなコピーコンテンツ、これもダメですよということです。スパムっていうのはもう資産を失う行為になります。知りませんでしたでは済まされませんので、しっかりガイドラインというのを読んで、このスパム行為に抵触しないように気をつけていただきたいなというふうに思います。では9番目ですね、トレンドへの追従ということで、こちらお話ししていきたいと思うんですが、もう Google どんどん進化しています。ユーザーが変化するにあたって Google 自体も進化しています。なので、我々 SEO コンサルタント、サイトオーナーもしっかりついていかないと、検索エンジンからのアクセスっていうのは集められない。で、目的を達成できなくなってしまいますので、トレンドをしっかり追従していきましょう。でですね、今日は3つこれもポイントをまとめさせていただきました。押さえておきたい Google のトレンドということで、1つ目、検索結果の多様化。2つ目、ユーザー体験。
3つ目、コンテンツということで、重複している部分もあるんですが、この3つのトレンドを押さえていきたいと思います。1つはですね、リッチリザルトということで、皆様の検索結果を見ると、いろんな検索結果出てきてると思うんですね。画像付きのものとか、動画付きのものとか、あとは Q&A が出てるものとか、あとはリスト形式で出てきているものとか、いろんな形式のものを見てるんじゃないかなというふうに思います。前半は Google の使命のところであったと思います。Google は情報をより分かりやすくいろんな形で提供するということを掲げてるんですね。なので Google の検索結果っていうのはどんどん多様化していると思います。皆さんのコンテンツもよりこの Google に認識されやすいように構造化データでマークアップしたり、いろんなテキストだけじゃなくて画像、動画をしっかり使うってことが必要になってきているかなというふうに思います。その流れで出てきました動画、画像ですよね。画像検索、動画検索っていうのも非常に増えていると思います。で、このリッチリザルトでも検索結果に動画が出てくる、画像が出てくるなんてケースも増えてますよね。テキストだけではなくて、この画像だったり動画でよりユーザーに分かりやすい情報を届けていくということも大事になってくるかなというふうに思います。で、3つ目、GMB、Google マイビジネス。こちらもサイトだけではなくて、この Google マイビジネスをですね、いわゆるサテライトアカウントとして運用を使っていくということがユーザーにアプローチする上では大事ですし、Google に正しい情報を伝えていくという上でも、この GMB の運用っていうのは重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。なので、実は Google マイビジネス全く運用してなかった、放置してたって方はですね、ぜひしっかりまず公式アカウントを取って自分たちの運用できる状態に持っていくところは進めてみてください。次、ユーザー体験ですね。コアウェブバイタルスというのが重要になってきましたが、このページスピード、より大事になってきます。特に画像の処理だったり、サーバーの処理だったり、いかに早く見せるかということはですね、もうこの 4G、5G の時代になっても、サイト側も努力しなければいけないところだと思うんですね。なので、より早く正しい情報を見やすく伝えていくということを、サイトオーナー側も意識してみてください。はい、次、ユーザー行動ということでですね、これはいろんな議論があるんですけども、ユーザーがサイトの中に入ってきた、あと直帰率とか離脱率を Google は見てるんじゃないかという議論があります。で、これですね、賛否両論とかいろんな意見があるんですが、やはりサイトの SEO の目的っていうのは、ユーザーですよね。ユーザーに何か目的を達成してもらうことが前提の目的になっていると思うので、ランキング4に入る、入らない、かかわらずユーザー行動大事だと思うんですね。しっかり離脱していないかどうか、自分たちが届けないコンテンツを読んでくれているかどうかっていうのをしっかり見ていく。これも SEO のトレンドとしては押さえておきたいポイントになるかと思います。あと、パルス型消費。これもですね、Google が提唱しているユーザーの行動形式のことをパルス型消費なんて言うんですが、これ、いわゆるですね、今、ユーザーはブランディングをして知ってる商品を買うというよりは、検索してパッとひらめいて物を買うなんてことが増えてきてるんですね。なので、ユーザーの行動形式が変わっているということを捉えていただきたいなというふうに思います。昔はですね、アイドマとか、アイサスモデルとか、いろんな言い方がされていたんですが、今ですね、そんな過程を踏まえないで、この衝動買いと言ったらいいんですかね、パッと見てパッと買うというユーザーが増えていると。そのためにサイト側はどんなコンテンツ、どんなサイトにしておくべきかということも捉えていく必要があるかなというふうに思います。で、最後、コンテンツですね。はい。もうちょっと耳たこだと思います。EAT が大事だって話をずっと今日再三していきました。あとはですね、著者情報ですね。誰が運営しているのか、またはサイテーション、世の中に言及されているかどうか。なので、まずユーザーを満たすコンテンツを作るということが大前提なんですが、もうそれだけではですね、評価されません。ページのクオリティだったり、誰がやってるかというところまで押さえていく必要があるんじゃないかなと思います。なので、このユーザー行動の変化に伴い重要視すべきポイントっていうのがどんどん変わっていっています。なので、ここにしっかり追従していくことが大事になってくるかなと思います。では、最後ですね、SEO 対策はまず何からやるべきかということで、今日いろんなお話をしてきたので、どこからやればいいかわからないっていう方が多いんじゃないかなというふうに思います。そんなポイントをまとめてきました。いろいろやるべきことはあるんですが、まず自分なりの強みですね。皆さんのサイトには皆さんのもちろん商品、サービスがあると思います。そこには競合に負けない何かしらの強みとか特性で絶対あると思うんですね。まずそこをしっかり見つけることが大事です。いきなり高品質なコンテンツ作れないというふうに思うと思うんですが、コンテンツを作る前に自分たちがどんなコンテンツが発信できるのか、自分たちの強みが何かということを考えてみてください。その上でですね、いろんな話をしてきました。SEO という教科書があって、これを100点を取ることがゴールではないんですね。皆さんのサイトの売り上げが上がること、ユーザーの満足を満たすことが目的なので、そのために何ができるかということを考えてみてください。その上で2ページ、3ページのサイトでいくら SEO 対策、代備策をしても、アクセス数は増えないと思います。ユーザーは増えないと思います。なので、コンテンツをやっぱり増やすことが大事になってくるんですね。要は、とにかく大量にコンテンツを作れっていう話ではなくて、ちゃんと自分たちが何者なのか、何ができるのかっていう強みをしっかりコンテンツにして、検索エンジンに認識してもらう。で、結果的にユーザーを集めていることが大事になってくると思います。
なので、この自分たちの強みを見つけて、このコンテンツをしっかり作っていくことですね。で、SEO、短期的な施策ではありません。まずはですね、1年間の継続プランを立ててください。とりあえず1ヶ月、3ヶ月やろうではですね、絶対うまくいきません。しっかり1年間の継続プランを立ててください。できることからまず行動すること。そしてそれを継続することが大事なんじゃないかなというふうに思います。では最後、11番、まとめに入っていきたいと思います。今日ですね、いろんな視点で SEO 対策というところの本質をお話をしてきました。で、まずとにもかくにも Google のことをしっかり理解するっていうことが大事だよとお話をしてきました。品質評価ガイドラインでしたり、Google の公式ブログだったりですね、いろんな情報があります。Google を正しく理解してみてください。その上であくまでも SEO ファーストではなくて、ユーザー視点ですね。ユーザーファーストで考えるということが大切になります。その上で何をすべきか。1つ目が箱を強くする。皆さんのサイト、ドメインを強くしていくことが大事です。で、その上で具の部分ですね。中身の部分。具の質と量を増やすということですね。外を強くしていく。中身の質と量を増やしていく。この二軸が両方大事になります。どっちかだけじゃ絶対うまくいきません。で、それをなおかつ継続していくことですね。この最後のスライドで全部今日まとめたいと思うんですが、Google を理解する。ユーザー視点で考える。で、その上でサイトの箱、外を強くする。で、中を強くする。で、これをしっかり続けていくっていうことが SEO 対策になるんじゃないかなというふうに思います。中長期的な戦略と継続力なくして SEO の成功はなしという言葉で締めくくっていきたいと思います。はい、本当に長い動画最後までご清聴ありがとうございました。こういった考え方で我々は SEO のコンサルティングをしてますので、お困りのことがあったらお問い合わせいただければと思います。バイバイ。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルでは Web マーケティングでしたり SEO、コンテンツマーケティングに関する役立つ情報を週1回ほど定期的に更新しております。最新のニュースだったり分かりにくい内容ですね、分かりやすく説明しておりますので、ぜひこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。あと概要欄の方に Google に評価されるコンテンツの作り方、完全ガイド、これも有料級の資料ですね、無料で公開してますので、こちらぜひダウンロードしてみてください。あとですね、私、ネギオが Twitter の方も頑張っておりまして、Twitter のフォローの方もしていただければ嬉しく思います。あと、宣伝ばかりなんですが、SEO の無料対策ツール、桜作ラボというのを弊社では運営しております。SEO でやらなければいけない調査だったり分析いっぱいあると思うんですけども、こちらのツールを使うとですね、無料で非常に効率的に調査ができます。こちらもですね、概要欄に貼っておきますので、無料登録してみてください。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。